あきちゃんは次の世代っていうのにどんなものを残していきたいのか。あちおさんにとって車ってどんな存在ですか？人生の最後をどのように終わりたいと思っているのか。あれ、愛って何ですか？1年経って僕って変わった？服装が変わりましたね、やっぱありがとう。的確ないい質問だね。ねあ、そうだよ。ちょっといいですか？撮っていいよ。ガチですか？動画出しゃいいじゃん。実況中継してさ。はい、お願いします。はい、行か。もっと行きましょう。もっと行きましょう。今回のトヨタイムズニュースはあきちゃん特別出張事業今治第2弾をお届けいたします。今あきちゃんが入ってまいりました。岡ちゃんの学校の生徒たちにこれからあきちゃんが授業を行います。さあどんな質問が出てあきちゃんどう答えるんでしょうか。皆さんおはようございます。こういう格好で来ると思いました？思った人いないね。そういうその何が今問題なのかなというものから逃げないごまかさない嘘つかない。トヨタ自動車って知ってます？知ってます。はい。まずトヨタの車が走ってる国地域ね、これ200以上の国で、世界で、毎年1000万人ぐらいの、新たに車を買っていただいている方がおられますので、そのぐらいの規模を作って売ってる会社です。車ができるまでね、実は車ってね、部品の数にすると3万個ぐらいありますね。それで、実はトヨタ自動車は車を作ってるって言ってるんですが、その部品の3万点の 75% は仕入れ先さんが作ってる部品を購入させていただいて、そして、我々車として仕立ててるわけです。そして1台作るのにかかる時間が約18時間。これもベルトコンベヤーでずっと時間をかけて、最初鉄板をね、プレス機でやるとこから数えるとこういう感じの時間がかかります。で組み立てをしている人数は700人ぐらいです。ですから1人で作れる、商品ではありません。ですから自動車業界約、550万人、の人が、この日本では何かしら車の産業に、かかってます。ということで、ざっとね、トヨタって、どういう規模、何やってるのっていうのを簡単にお知らせさせていただきました。逆境に立たされた時、リーダーが失ってはいけないもの、もう信頼だと思います。もう信頼だけです。何が今問題なのかなというものから、逃げない、ごまかさない、嘘つかない、という、3つを自分のルールにしながら、とにかくしっかりとこの人の言ってることは納得できないけど信頼はできるよねということをリーダーって失っちゃいけないんじゃないのかなというふうに思ってます。批判を受けながらも挑戦する姿勢を教えてください。これはね、私はね、生き続けることだと思います、ね。批判を受けてもね、何されても、次の日にはね、なんかよみがえってくるっていうかね、とにかくまだ生きてる、まだ生きてる、まだ生きてる、ね、それが必要なんじゃないのかなと思いますね。生き続けてれば仲間もできます。生き続けてれば自分がやった実績も残ります。そしてその実績がたとえ成功じゃなかったとしても経験が残ります。そういう経験がその後ものすごく自分自身役に立ってきましたので、とにかく生き続けていくこと、挫折からの立ち直り方を教えてください。一晩寝ます、ね、とにかく頭の中はうずうず考えるんですが、
とにかく寝ます。寝て、次の日朝ね、自分の友人とか仲間の顔を思い浮かべます。友人たちがまだね、自分のそばから立ち去ってないんだから、なんとか生き続けようということを連続してるんじゃないのかなと思います。ただ実態は辛いです。実態は辛いんですが、持つべきものは友人というか、友人たちに本当に助けられたことって本当に多いなと思います。前回のように、私のことはあきちゃんと呼んでいただいて結構ですから、ね、前回あきちゃんと任命されましたので、今日は A がついてる帽子をかぶってきました。そこでちょっとグランパスの質問をさせてほしいんですけど、グランパスの質問そういう、クラブを動かす権限というか。いい質問だね。ね、じゃあグランパスの僕何者っていうと何者でもないわけ。私は現地現物ができないリーダーシップはダメだと思ってるんですよ。ね、例えばもしサッカーでね、グランパスの自分が影響力ある人になりたいならば、私がねグラウンドに何日行けますか、ねということが勝負になると思います。それを単に試合だけ見てるとかね、試合をね、ああいうネットで見るとか、そういうことだけではきっとねダメなんだろうなと思ってるんですよね。いろんな人に指摘をするにしてもね、やっぱ現行犯っていうかね今起こったことでものを言う、というのがやっぱり現地現物の私のスタイルなので、そういう意味で、グランパスに対してはね、自分が出る幕ではないんだろうなというふうに思ってるので、今はねちょっと距離を置いてます。あきちゃんは今まで生きてきて、ここまで頑張ってきたからもういいやとか思ったり、今ここまで頑張れてる理由とか教えていただきたいです。いや、ここまで頑張ったからいいやと思う時はたくさんあります、ねたくさんあるんだけど、やっぱりそこでね、なんかね頼りにされるとね続けるかなっていう気になりますね。頼りにされる、それからお声がかかるうちが花でもあると思うんですよ。花っていうかね。2年生の桂田聖です。よろネしくお願いします。クタイなんだね、はい、ネクタイ。お願いします。ちゃんと今日はちゃんと小寺さん来るんでちょっと制服できました。ごめんね、僕こんな格好で。いえ全然です。トヨタの企業のフィロソフィーとして可動性を社会の可能性に変えるっていうのがあると思うんですけども、それの可能性っていうのは単に移動の自由とかそれ以上にどのような人間的とか社会的な価値を生み出すものなのかっていうのをお答えいただければなと思います。トヨタのビジョンにも語っていることでよく勉強してくれました。で、そういう言葉をね思いついたのは実はね、オリンピックとかパラリンピックを支援している時です。で、スタート Your Impossible、ね、不可能に対してスタートしようというで、スタート Your Impossible っていう、標語を私のキャラクターの下にねつけてた時があります。インパッシブルのI とね M の間にアポストロフィーをつけますとね I'm possible に変わるんですよ。それで僕これにねものすごく共感しましてね、不可能だけども、自分が意思を持ってすればそれは可能になるんだと、ね、それがねそういう言葉に表れてたと思います。2年のそうちゃんです。そうちゃん、はい、お話ありがとうございました。お話聞いて、去年も質問した？去年も聞いてました。はい。1年経って僕って変わった？服装が変わりましたね、やっぱ。ありがとう。的確なはい。なんか今回の話聞いてる上で生きてるよねみたいなのがすごいキーワードとして何度も出てるなっていうのを感じて、なんか生きてるんだから頑張ろうみたいな、なんか明夫さんのなんか人生通して生きてる意味であったりとか、なんか逆にそういう意味とかを見失った時にどうやってそこに立ち直るのかなみたいなのをお話聞かせていただけたらなと思います。生きてる時でなんで生き続けてるか、私が。そうです、なんで生き続けてるかみたいな。心臓が止まってないから。
なるほど、確かにそうです生き続けるってことは一人じゃ無理だからね。まあ一人で生き続けてる人もいるよ。だけどやっぱりね、今のほとんどの社会は一人で生きるというよりはみんなで助け合いね、みんなでその支え合い、というところは大事にしたいなと思ってるのね。そうした時に僕の理想はね、ありがとうと言い合える関係っていいなと思うの。だからありがとうっていう言葉は僕魔法の力があると思うので、ぜひありがとうっていうね、できたら笑顔でありがとう、というのがなんかきっと自分の周りは変わってきますので、ぜひとも活用してみてください。まず幼少期、小学生ぐらいの時にレーサーになりたいと思った時があったんですけど、今からレーサーになるためにはどうしたらいいですか？はい、僕もね小さい時からレーサーになりたいと思ってた、ね、でも周りから応援してくれる人はゼロだった。何をバカなこと言ってんだと、ね、ということでやっとそれが実現できたのは50歳過ぎてから。僕なりたいならね、そのなりたい気持ちをずっと持ち続けることです。私も周りからめちゃくちゃ反対された、ね、反対されて結局50歳過ぎてから運転トレーニングを始めて、レーサーとは言いません。ただマスタードライバーになれました、ね、それで自分がマスタードライバーであるという技を持ったことによって、本当に経営者としてじゃなくて、一車好き、車の好きなおじさんとしてね、おじさんとしてこの会社の運営に当たってきました。これがねものすごく実は役に立ちました、ね、だからやっぱり自分のやりたいこと、自分のそのね、興味のあることっていうのは時代が変わってもね絶対持ち続けてほしいというふうに思います、ね、特に正解のない決断をするときに、どのようにして決断を下しているのかで、私たちが決断力を身につけるためにはどうすればいいのかっていうことをお聞きしたいです。まず決断ね、はい、決断ってどういう字書く？決めるに断定の断。断定がね、やめるとも読めるよね、あれ。立つって読むからね。だから僕決断でね、やめることを決めると思ってるわけよ。それで何かやることを決めるのはね、決定なのね。決定、僕が社長になってずっと決めてきたことというのはやめることが多かったんですよ。やめるって言ってもね、例えばいろんな人が多く関わってきたね、事業とか工場とかね、仕事とか、みんなが関わってきたある車をもう今後作らなくなるとかね、そういう決断ってね誰も喜ばないんですってでその時に私の自分自身のルールは一番悲しむ人の顔は思い浮かべようと、ね、やっぱりその気持ちっていうのを忘れなくしておけばね、復活はできると思うんですよ。で復活できる時には時代も違うからね、そして私自身も多くの経験をした後のまた決定だから、だからちょっと違うものになるんじゃないのかなというふうに思ってます。あきちゃんは本当にいろんな体験であったりさまざまな苦労を交えた経験っていうのをされてきたと思うんですけど、これから先の僕らとか、その次の世代っていうのにどんなものを残していきたいのか、どんなバトンを渡していきたいのかというのを教えてください。残したいのは僕の後ろ姿だと思うな。こうやってだからかっこいい言い方すれば生き様だと思うね。それでね、僕だって年長者にね反抗してきた時期ありますよ、ね、反抗してきた時期もあればその先生とかね年長者が言ってることが分かんないことあった。だけどね結局ね正しかったと思うね、そういう人たち、だから自分がまだ吸収できなかった、だけだと思うし、それも隠さないしね。だけど絶えずやっぱりね自分らしく、自分の
生き方をね続けることですって。車好きです。うん秋夫会長に聞きたいんですけども、秋夫さんにとって車ってどんな存在ですか？人生。はい。あ、すいません、すいません。人生で僕にとって車は人生、それから相棒、分身、いろいろあるけどね、そういう感じ。ありがとうございました。最初からずっと生き続けるっていうことをおっしゃっていたと思うんですけど、生きている限りこういつか死ぬと思うんですけど、こう人生の最後をどのように終わりたいと思っているのかっていうのをお聞きしたいです。深いね。分かんないなそれは。僕自分で自分の寿命を決めた時あるのね。僕のおじいさんって57歳で亡くなってる。ひいおじいさん63歳ね。でうちの父親90代で亡くなったから、70代と80代はまだ空いてるなと思ってるわけね。だから70代と80代って言うとあと20年ね、20年の中で死ぬという感じで思ってます。一番理想の死に方ね、直前まで現役で元気でいたいでプツップツッとね、プツッと死ぬ、それが一番いいな。それでね、車だってそうだと思う。車だってね、何十年使うか分かんないでしょ。最後寿命がポッと来てくれればいいんだけど、そこで暴走するとかね、急に動かなくなるとか、そういう車の死に方はまずいなと思ってる。だから人間の体も同じように、ある時スパーンといく方がなんかいいなと思ってますけど、まだね生きようと思ってるから僕はね。だからもうちょっと生きさせて、ね、もうちょっとね。2012年にトヨタはリコール問題にぶつかってると思うんですけど、そういう大きな壁にぶつかった時にトヨタの会社としてもそのリーダーの考え方としても必要なものって何だと思いますか？責任者が矢面に立って逃げない、ごまかさない、嘘つかないを貫くこと、それで現場を守ることだと思います。もうそれリコール問題の時もね、もうそこでした。それで僕リコール問題で、自分が矢面に立った時から自分のそのスタンダードというかねが決まったと思うの、知らないことは知らないというね。それからただ責任者は自分だよねっていう軸はぶらさないようにして、しっかりとね説明をしてきました。批判をされてるところに矢面に立つってね、大変ですね。大変なんだけど、誰かがやんなきゃいけないんだったらね、それをやるのは僕はリーダーの責任なんじゃないのというふうに思うね。トヨタさんが今まで大切にしてきた言葉だったり座右の銘や行動ってありますか？ありますね。もっといい車作りじゃないかな。生意気ながら自分以外の誰かのためにとかね。それから親孝行とかね、親孝行とか、あとお国のためにとかね、そういう言葉好きですね僕ね。で最近はそれを総括して言うと、ありがとうと言い合える関係ね。面白くなかった？いや、とっても素敵な言葉だと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。幼少期とか、今までの、人生の中で一番楽しい面白いと思った瞬間の体験と、一番厳しい辛いと思った瞬間の体験を詳しく教えてほしいです。一番楽しかった瞬間はね、心の底から笑ってた時。でも何が理由で笑ってたかは覚えてないでも瞬間瞬間でね、なんかねお腹が苦しくなるぐらい笑ってた時はある。それは覚えてる。でもなんでそんなに笑ったかなは覚えてない、それが一番やっぱり楽しい時じゃないかなと思いますね。
ね、苦しい時はねやっぱりね信頼されてない時、ね、自分が事実はこうなのになんでこういうことを言われてそれを信用しちゃう人こんなにいるのかなっていうのがやっぱり人生において一番辛い瞬間でしょうね。もともとあれ中国の広州に住んでて、その時にトヨタの工場に見学しに行ったんですけど、その時みんなから愛されてるなって思っててあれ愛って何ですか？深いね。愛、ラブだよ。ラブね。まだね人を愛したことないでしょね。ないと思うな。でもね愛されてると思うよ、いろんな人から。ね、だからご両親はじめさ、家族、そして学校の仲間ね、先生方、いろんな人から僕は愛されてると思うな、ね、だから今はその愛を一生懸命受けることだよ、分かろうが分からまいがね。それでいつかその愛を今度は誰かにね返す時が来るから、その気づきからは返すんだろうね。そこの時に愛ってなんだろうともう一回考えてごらん。そうするとその時分かるよ。はい、考えてみます。はいありがとうございます。はい。明夫さんどうもありがとうございました。これだけねフランクに、ありのままの話をしていただけることはそうないと思うんでね、これ聞いて楽しかったじゃなくて、じゃあどういう人生歩まれてこういう考え方になってんだろうとか、ちょっと深掘りをぜひしてもらいたいと思います。たくさん興味を持ってくれて、またたくさん質問してくれて本当にありがとうございました。二宮さん、GR の服着てきてよかったね。ヘルメットかぶって助手席で体験します。どんなお気持ちですか？もう感無量です。もう楽しみです。感無量は乗ってから言ってください。はい。こういうの乗るの初めて？初めてです。じゃあ行くよ。はい、いいかな？お願いします。かなり激しいですからね。さあこの小回り、しかも一定の距離で小回りができるっていうのもものすごい技なんですね。ドライビングテクニックです。面白いでしょねえ、はい。さあどうでしょう、たいちゃん。怖いっす。多分だけど一番生きてきた中で最も怖かった瞬間次です。めちゃくちゃ怖いです。怖い？はい。めちゃくちゃ怖かったら叩いて。はい。さあそれでは作次郎君いってらっしゃい。はい、お願いします。うわー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 大食いうわーうわーうわーめっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいこれ。もうなくなりましたね。おっとその場でドーナツターン始めました。ドーナツターン始めました。大サービスです。森蔵サービスです。森蔵ドーナツが出ました。うわめちゃくちゃ面白い。面白い？面白いです。ありがとうございます。お疲れ様でした。さくちゃんどうですか？やばいです。めっちゃ面白い。じゃあ車好きになっちゃいますね。いや好きになっちゃいましたね。はい。
じゃあいつか森蔵さんのような運転をできるように、はい、頑張ります。頑張って。はい、固く握手を交わしました。作詞力を。はい、あだ名と意気込みをお願いします。いやもうめちゃくちゃ楽しみです。あだ名は？なんて言われた？あだ名ムツキンで。ムツキン。はい。ムツキンってどういう意味なの？ YouTube チャンネルです僕の。あ、やってんの？はい。ぜひチェックしてください。チャンネル登録よろしく。これ誰か撮ってあげて送ればいいじゃないですか、ムツキンのねページに。ムツキン、なんでムツキンだけ？いやもうヒカキンのリスペクトです。あ、そうな。はい。じゃあこれ撮りながら乗ればいいじゃんね。確かに。ムツキン。あ、そうだよ。撮っていいですか？撮っていいよ。ガチですか？それでさ、それ出してんでしょ？はい。動画出しゃいいじゃん。いいっすか？それで実況中継してさ。はい、お願いします。はい、いか？バイバイ。ムツキンいか？ああ。やばい。うわもっと行きましょう。もっと行きましょう。いやー。バモスバモスバモ。森野さんね、ちょっと S スキャルとかありますからね。最高っすマジで。ありがとうございます。はい。バモス。ありがとうございます。撮れました。撮ったおお、ずっと撮れた。ずっと撮ってました。あれ、自撮りか外どっち撮ったの？いやもう自撮りっす。自撮りもちろん自撮りで。アップするからね、アップするらしいから。みんないいねよろしくね。はい、高評価共有。よろしく。写真いいっすか？だよね。写真いいっすか？はいよ。しかも、はい。先ほど写真お願いして撮ってみます。こうちゃんどうでした？めっちゃ楽しかったです。遠心力をこの体全身で感じました。将来自分でドーナツタンできるように。おお、楽しみ。森蔵さんに宣言しておきましょう。じゃあと10年後には絶対にやります。はい、頑張って。ありがとうございます。こうちゃんお疲れ様でした。バイね。はい。バイバイ。なんか終わると思ったら終わんなくて、もう本当怖かった。楽しいよりも怖かった。楽しいです。最初はグー、じゃんけんぽい。グー、一人ですか？やばい。すごい。そうか。圭吾です。今日森沢さんとコラボします。頑張ります。もうね、インスタ撮り始めてるんです。はい、いってらっしゃい。行ってきます。そうですね。で、何まで行こう。何まで下がります。車好きになりました。ありがとう。まず今日2回目となりました、今治の出張、生徒たちと触れていかがですか？いや、1回目はね、どんな風に受け入れられるかなとかね、いうことがあったので私も不安でしたけど、今回は来る時から楽しみで来ましたけど、その気持ちをはるかに超えたエネルギーをもらい、より自分自身が元気をもらえた、学校訪問だったと思います。それと何よりもね、その自分に興味を持ってくれてる、それから自分のことを知ろうと思ってくれてる、それで実際に質問を自分の言葉でしてくれてる、だからそうなるとね、やっぱりね、もうこっちはね、本気で答えてますね、この時代にね、こういうことを経験してどういうふうにね、リーダーとなっていくのか、本当に楽しみですよ、それを応援するのは大人の役割かなと思います。はい、はい、いきますよ。せーの、あきちゃん。